あんなところにクリスマスツリーがありますね。はい、どうもシモンです。前回の動画を見てくれてる方は知ってると思いますが、僕今、チェコに来てます。チェコの、プラハですね。プラハっていうのはチェコの首都です。で、今プラハに来てるんですけど、今回は何をするかっていうと、プラハにめちゃくちゃ面白いスケボーの施設を見つけたので、それを、見に行きたいと思います。僕小学校6年生から絶対毎年1回は最悪終わった。はい、終わった。俺のジャケットと、そしてパン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 。はい、ちょっとコーヒーをぶちまけて何の話をしたか忘れたんですけど、何やったっけ。で、今から行く場所は、2ヶ月前にできたばっかなんで、全然僕が知らない場所でした。今回行くところは、スケボースポットでもなく、スケボーパークでもなく、なんかその間のような、施設です。チェコのプラハは、街の中心にブルタブ川っていう川が流れていて、それを中心に街が作られているような、形になってます。で、その大きい川があって橋があって、その街が周りにあるんですけど、今回行く場所はその川にかかっている橋の一つの、とこにあるスポットです。橋がバーってあるんですけど、この橋の下にスケボースポットがあります。で、このスポット広場というか、道にあるんで、普通に、歩行者とかも通っていて、僕もよくこの、川を渡るために、使ってました。使ってます今でも。この地下通路みたいなところすごい暗くて治安が悪くて、なんかすごいホームレスが溜まってる場所なんで、昔すごい通るのが、怖かったのを覚えてます。数年前の映像で僕ここ通ってるところをね YouTube にアップしてるんですよね。なんか暗くて怖いですみたいな感じのことを言っていたような気がします。やば、ここ毎回怖いねんな。こういう感じで普通に地下に来たらいきなりパークがあります。ちょっと残念ながら昨日雨降ってまだ路面が濡れているので、外のセクションは使えないんですけど、中のセクションは使えるんで軽く滑っていきます。今バーって見て回ったんですけど、だいぶなんか色とかおしゃれですごいいい感じですね。で、スケボーとか BMX の場所以外に地味に、バスケットコートとか、ここボルダリングの場所がちょっとあったり、ベンチとかあったり、意外とおしゃれな感じになってます。これができる前の時の様子を見てほしいんですけど、めちゃくちゃ暗くてめちゃくちゃ治安悪くてやばかった感じだったんで、だいぶ印象が変わってます。めちゃくちゃいい感じです。I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from your eyes, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go, mama. I really don't want to see you cry. Mommy, go, mama. I really wanna brutalize, let him agonize, cause he's gonna bite you. Ooh, they're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go. ここのスポットは、ウォルタウスカっていう、地下鉄の駅の近くにあります。なんで僕が、面白いと思ったかっていうと、ここはスケートスポットとかスケートパークみたいになんか完全にそれ用に作ってるわけじゃなくて、全然今でも、通行人が通ったり、一応まだ、道です。なんかあくまでもね、その街のオブジェクトのうちの一つとして、スケボーとか BMX ができるセクションが共存しているっていう感じの場所になっています。すごいユニークだなと思って、やっぱスケートパークはスケートパークでバンって囲って、普通あんまりなんかこの歩行者と交わることってないと思うんですけど、このパーク、このスポットは
一応道があって、そのなんかサイドにこうセクションが作られているので、セクションの間に、歩行者とかバイクとかが、通って橋を渡っていったりします。スケーターとか、利用者はちょっと気を使って、歩行者が来たらちょっと避けるとかしてうまくね共存しているなと感じました。この施設を作った団体のインタビュー記事がアップされていたんですけど、テーマとしてそのスケボーのセクションとかBMX とかバスケットコートとかをその公共の場所と融合させたいみたいな風に書いていました。そういうカルチャーとかをなんかより人々の身近な場所に置くことでなんか新鮮なライフスタイルになるんじゃないかっていうことが書いていて、すごい面白いなと僕は思いました。疲れた。うわ、眩しい。下界から上がってきたぜ。はい、という感じで2時間ぐらいスケボーしました。ちょっとね外が濡れていたんで滑れなかったのは本当に残念なんですけど、中だけでも、楽しめてよかったです。でもやっぱりその雰囲気が面白かったですね。なんか歩行者が急に来たり話しかけてくれる人がいたり、そのなんかやっぱスケートパークでは味わえない空気感を楽しむことができました。いつかね日本でもこれぐらい街と一体化したスケボーの施設ができればいいなと思いました。ちょっと途中で電車乗っちゃったんですけど、という感じで、今回のメインのパートはここで終わりです。なんですけど実は、これから僕ねもう日本に帰るので、日本に帰るところまでちょっと動画を回していきたいと思います。はい、空港に着きました。僕の母と妹にお別れして、今空港に来てます。でね、これから日本に帰りたいと思います。帰りの便は、ポーランド経由で帰ります。でね、実は今12月31日で僕は飛行機の上で年越しをすることになりそうです。なので正直ね時間のラグがあるんでどこで年越してるか分かんないんですけど、朝日は見たいと思います。マジで誰もいない。はい、無事ポーランドに着きました。これから、ポーランドでまたもうちょっと大きい飛行機に乗って、日本に向かいます。そろそろ、ボーディングなんでこれから飛行機に乗って帰ります。今あそこに見えてる旅立とうとしてる飛行機、僕が乗って帰るはずの飛行機です。乗れなかった。なんかゲートボーディングが始まってこう機内に入る前に PCR テストを見せるんですけど、なんか僕の PCR テストがダメとか言われて乗れませんでした。なのでさっきプラハからポーランドに来て、で明日の10時のチェコ行きプラハ行きの便を予約されました。でまたプラハに戻るっていう、どういうこと？最悪。目の前の飛行機に乗れなくて逃すことある？しかもここまで来てマジで終了のお知らせですね。外にも出れないしフライトには乗れないし、空港から追い出されました。でね、もうとりあえずよくわからないんでホテルに行けます。で気づけば
2022年になっていました。皆さん明けましておめでとうございます。なんて日だ。 Shit happens。 はい、次の日です。また空港に戻ってきました。もともとはポーランド航空で、帰る予定だったんですけど、もうめんどくさいんで全部キャンセルして、別の航空券を買いました。なのでこれから、カタール航空で帰ります。もうね、昨日から事件ばっか起こってます。夜中いきなり空港から追い出されるし、途中でキャンセルしたんで預け荷物がどっか消えて取り返すのに一生かかったり、 PCR テストまた受け直さないとダメなんですけど、なんか日本が許可している PCR 検査がどれか分かんなくて、もうなんか大使館に電話しまくって、なんか3万ぐらい飛んだし、もういろいろ最悪です。昨日も見たんだわ、この光景。はい、ということで無事隔離するホテルに着きました。てってれー、ここで3日間過ごします。疲れましたね。 Tomorrow。 おはようございます。僕が行ったチェコはね、3日間の指定隔離があるんで、このホテルで3日間隔離してます。基本ライフスタイルは朝の8時に朝ごはん、12時に昼ごはん、6時に晩ごはんが、配られて食べるっていう感じで、あとはパソコンいじったり、ダラダラしてます。結構海外とかだと自分で払うんですけど、なんとね、日本はホテルもご飯も無料で提供されるので大変ありがたいですね。うまいやつ。でもね、ナイフないんで、ずっと昨日はこうやって箸で刺して切ってました。ワンチャンこれ使える？おう、てってれー、ナイフを手に入れた。ワイヤーもついてるよ。ナイフの完成です。なんか俺脱獄を図ろうとしてるやつみたいになってる。はぁ、切れた。結構綺麗に切れてもらった。部屋の中にカミソリがあってよかったです。でれー、チーズとパンの完成です。うまい。Hello。 あとの時間はただただ作業をひたすらするっていう感じです。ただいまより皆様のお食事をお配りいたします。やったー、お時間がかかりますが、こういう感じでご飯が配られます。何でしょうか。みんな大好き水、そして味噌汁、最高ですね。おお、やばいやばい、いつもと違う弁当や。めっちゃうまそうな弁当来ました。今日当たりやんこれ。毎回お弁当にドレッシングついてきてて、どれに使えばいいか分かんなくて溜まっていってます。今回もついてきたんですけど、一体こちらどこに使うのが正解なんでしょうか。ゆっくり映画でも見ながらいただきます。感謝。テンガレンガレンガレンガテンガレンガ。これが本当の二刀流よ。あら、全然温まってないわ。ギブアップよ。いや、そこ熱、そこだけ熱。だいぶ前回撮影した日程から時間が経ってるんですけど、無事隔離が終わって、普通の生活に戻ることができました。帰りめちゃくちゃトラブル起こって、死にそうになったんですけど、なんだかんだね、今こうやって普通に過ごせてるので、結果オーライかなと思います。今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。もしよければ、高評価、コメントと、あと登録お願いします。で、僕オンラインサロンやってるので、ぜひコミュニティに興味ある方は、チェックお願いします。初月無料でやってます。では、皆さん、また来週の動画で会いましょう。See you!